でも、普段の言葉ではあまりこの言葉を使いません。Let's 日本語！こんにちは。日本語教師のさくらです。私はオンラインで日本語を教えています。もっと日本語を勉強したいと思ったら、ウェイティングリストに入ってください。リンクは下にあります。そして、さくら先生頑張れとか、勉強になりましたと思ったら、いいねやコメント、チャンネル登録をお願いします。皆さんのコメントを見ると、とても元気になります。さて、今日のテーマは、You, He, She です。インターネットで日本語を調べると、You はあなた、He は彼、She は彼女と書いています。でも、普段の言葉ではあまりこの言葉を使いません。使わないの？じゃあ、どう言いますか？よくこういう質問があります。今日はどうして使わないのか、それから代わりにどんな言葉を使うのかを話します。ゆっくり優しい日本語で話します。1回目はイラストや字幕を見ながら聞いてください。2回目はヒントなしで聞いてください。英語の字幕をつけても大丈夫です。リンクからスクリプトや単語も見れます。まず、あなたについて話します。英語では相手を You と言いますね。でも、日本語のあなたはとても強い言い方です。例えば、あなたはどう思いますか？あなたはどうですか？この言い方は少し強く聞こえます。この人、なんでこんな言い方？私何かしたかな？と思う人もいます。では、日本語ではどう言うのでしょうか？日本語では、あなたを使わずに、その人の名前を言います。りさちゃん、山田さん、ケンという感じです。それか、仕事のポジションを言います。店員さんとか、社長、部長といった感じです。例えば、山田さんはどうですか？田中さん、これお願いします。部長、すみません。この言い方はとても自然です。日本語では名前で呼ぶ方が丁寧で優しいです。日本語では誰がとか誰はの部分をよくカットします。省略します。その時の様子で誰のことかわかるからです。例えば皆さんが山田さんと二人で話します。この時の You は山田さんだけですよね。なので、山田さんはコーヒーを飲みますか？よりも、コーヒー飲みますか？と聞く方が自然です。これが日本語の面白いところですね。初めて会う人の名前がわからない時もあります。その時は、すみませんと言えば大丈夫です。はい。あなたが良くない理由は2つあります。1つ目は言い方が強いからです。日本では優しい言い方をよく使います。そして2つ目は喧嘩の時によく使うからです。あなたって本当に分かってない。あなただけずるい映画やアニメで聞いたことがありますか？これは気持ちがとても強い時の言い方です。怒っている人が使います。なので、普段の会話であなたを使うと相手がびっくりします。特に年上の人や初めて会う人には使いません。仕事でも使いません。はい。次はhe、彼、she、彼女について話します。実は彼と彼女も
普段の会話ではあまり使いません。この言い方は少しドラマみたいに聞こえます。例えば、今日は彼が来ます。彼女は忙しいです。と言うと、大げさに聞こえます。それからもう一つ大切なことがあります。日本語の彼女は girlfriend、恋人の意味があります。なので、昨日彼女に会いましたと she のつもりで言っても、聞いた人は、恋人彼女がいるのと間違えることがあります。だから、今日、ケンさんが来ますとか、昨日山田さんに会いましたと名前を言います。こっちの方が間違いがありません。わかりやすいです。はい。では、今日のポイントです。あなたは強い言い方です。日本語では名前を言う方が自然です。彼女には girlfriend の意味があります。気をつけてください。あなた、彼、彼女。普段の会話ではあまり使いません。でも、歌やポエム、本などの書き言葉では使います。はい、お疲れ様でした。ここからはレベルアップです。少し難しいです。字幕なし、イラストなしで聞いてください。音から意味をイメージして聞いてください。難しいなと思ったら字幕やスクリプトを見てください。さて、今日のテーマは You, he, she です。インターネットで日本語を調べると You はあなた、he は彼、she は彼女と書いています。でも、普段の言葉ではあまりこの言葉を使いません。使わないの？じゃあ、どう言いますか？よくこういう質問があります。今日はどうして使わないのか、それから代わりにどんな言葉を使うのかを話します。ゆっくり優しい日本語で話します。まず、あなたについて話します。英語では相手を you と言いますね。でも、日本語のあなたはとても強い言い方です。例えば、あなたはどう思いますか？あなたはどうですか？この言い方は少し強く聞こえます。この人なんでこんな言い方？私何かしたかな？と思う人もいます。では、日本語ではどう言うのでしょうか？日本語では、あなたを使わずに、その人の名前を言います。りさちゃん、山田さん、ケンという感じです。それか、仕事のポジションを言います。店員さんとか、社長、部長といった感じです。例えば、山田さんはどうですか？田中さん、これお願いします。部長、すみません。この言い方はとても自然です。日本語では名前で呼ぶ方が丁寧で優しいです。日本語では誰がとか誰はの部分をよくカットします。省略します。その時の様子で誰のことかわかるからです。例えば、皆さんが山田さんと二人で話します。この時の you は山田さんだけですよね。なので、山田さんはコーヒーを飲みますか？よりも、コーヒー飲みますか？と聞く方が自然です。
これが日本語の面白いところですね。初めて会う人の名前がわからない時もあります。その時は、すみませんと言えば大丈夫です。あなたが良くない理由は2つあります。1つ目は言い方が強いからです。日本では優しい言い方をよく使います。そして2つ目は喧嘩の時によく使うからです。あなたって本当に分かってない。あなただけずるい。映画やアニメで聞いたことがありますか？これは気持ちがとても強い時の言い方です。怒っている人が使います。なので、普段の会話であなたを使うと相手がびっくりします。特に年上の人や初めて会う人には使いません。仕事でも使いません。次は、he、彼、she、彼女について話します。実は、彼と彼女も普段の会話ではあまり使いません。この言い方は少しドラマみたいに聞こえます。例えば、今日は彼が来ます。彼女は忙しいです。と言うと、大げさに聞こえます。それからもう一つ大切なことがあります。日本語の彼女は girlfriend、恋人の意味があります。なので、昨日彼女に会いましたと she のつもりで言っても、聞いた人は、恋人彼女がいるのと間違えることがあります。だから、今日、ケンさんが来ますとか、昨日山田さんに会いましたと名前を言います。こっちの方が間違いがありません。わかりやすいです。はい。では、今日のポイントです。あなたは強い言い方です。日本語では名前を言う方が自然です。彼女には girlfriend の意味があります。気をつけてください。あなた、彼、彼女。普段の会話ではあまり使いません。でも、歌やポエム、本などの書き言葉では使います。はい、ここまで聞いてくれてありがとうございました。これからも日本語や文化について優しい日本語で話します。また次の動画で会いましょう。またねー。バイバイ。